んばんは。おはようございます。いい加減配信。無責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。牛三つ時3時半ちょっと過ぎたところで、配信を始めさせていただきました。バイトを帰ってきて、ちょっと、一服しているところですが、令和5年5月3日水曜日、憲法記念日ですね。今日はちょっと昼間に地域の仲間と出かけて、私の母の在所のある中の方の笠木神社の拝殿が120年ぐらいの古い拝殿を建て直すので最後だっていうことで、今日お祭りがあるみたいなんですけど、小さい頃に行って、若い人が綺麗な、華やかな衣装で天狗になったりなんかして、柄杓で子供の頭にかぶせて泣かせたりするお祭りだったんですけど、そんなお祭りを見てから七総町にある寺子屋ジャーネだったかな、友人つながりの関にあるライオンの隠れ家のかなさんがやってるフリースクールみたいなところを見学、オープンしたばっかりみたいで、そこで、いろいろ催しがあって、そこに参加してこようと思っております。今日はですね、憲法記念日ということで、私がこの YouTube 始まってすぐぐらいの時に、紹介した本ですけど、中澤真一さんと爆笑問題の太田光さんの対談集で、憲法9条を世界遺産にっていう、面白かったんですよ、これがね。私はもともと中澤真一さんが、好きだったんですけど、太田光さんはちょっと、苦手な方なんですけど、この本読んですごくいろいろものを考えている人で、すごいなと見直した本でした。で、ここの中で言ってることなんですけど、ここ、ちょっと最近、美しき緑の星の話をしてますが、それとも関係するんですけど、映画見終わった後の、お話し会で、出席者の方が縄文のことを言っておられたんですけど、私も同じような、感想を持ってて、あれこそ縄文時代の、1万年以上続いた平和な時代の、平和な世界のことだよなと思って、本当に理想の世界だっていうのは、古いんだけども新しい、縄文っていうのが。この9条の中にも、中田さんとかが言ってる中で、憲法、日本国憲法、今年で76年目みたいに施行されて、第二次世界大戦、太平洋戦争が終わって、アメリカの GHQ から押し付けられた憲法だっていうことを強く言われる人もあって、会見が今、国会で議論されてて、国民投票みたいなことになるのかどうかわかりませんけど、風前の灯火みたいなところもありますが、
押し付けられた憲法っていうことだけではなくて、縄文時代から縄文以前から脈々と続いてきた日本の精神の中に、こういう、ここの平和憲法みたいなのに繋がっている流れも、あったと。で、GHQ の方にも、アメリカの、その、英知というか、その時代だけに、今はもう全然違うんですけど、その当時、あの、携わった人たちの中には、自分たちも、理想の、を求める、気持ちが強かったっていうことで、その、アメリカはもともと先住民がいて、ネイティブアメリカンですよね。インディアンとか言われますけど、その人たちが、残していたそういう英知みたいなのも、白人の中にもそういうのは伝わっていて、奇跡的に合流したんだっていうことをここで言って、それを、世界遺産に登録できるんじゃないかっていうこと。これはだいぶ、もう20年ぐらい前の本になるんですけどね。第1冊、出たのは2006年なので、もう20年近く前ですね。の、えぜひ、憲法に興味ある方は、この本をお勧めしますので、読んでみてください。私も、こういう憲法、あまり深く思ったことはなかったんですけど、今、いろんな意味で、大事なことだよなと思っております。もうあんまり時間なくなっちゃったんですけど、実はこっちの方をもっと先に、話したかったんですけど、実は昨日話したかったんですね。バイト行って、狐を見たんですよ。それまでもチラチラっとなんか狐っぽいよなって、走りは全然狸とは違うんですよね。もう素早いシュッと風切るみたいに行くんで、確認することはできなかったんですけど、昨日は、しっかり狐が飛んでいくのが見えて走っていくんですけど、狐だと思ったんで、尻尾がスーッと長くて。で、狸もいたんです。狸は車の来る方へ走ってくるんで、巻き込まれそうになって、もう思わず急ブレーキをかけましたけど、で、草むらの方へ走って逃げていたんで、ああ、よかったと思ったんですけど、それでですね何を言いたかったっていうと、昨日、えですね、お焚き上げする前に気分が落ち込んでたりしたこともあるんですが、うーん、自分の中に、やっぱりどんな言い訳しても、取り繕えないような、ダークな面がある。紙仕事、お焚き上げなんかは、まあ、紙仕事みたいなことなんですけど、そうじゃなくて、逆に、地獄の閻魔大王の走りみたいなことだったりとか、な面をしてて、そういう自覚もあるので、決して自分が、褒められたようなことではないなと思って、今日は海賊みたいな格好しておりますが、昨日、その、
意識の高い人たちに対して、精神レベルの上の方だろうなと思う人たちが、洗脳を嫌うことについて意見するようなことを言いましたけど、それはその自分の中にそういう、えー人の話を聞かないというか、独りよがりになる面が多いので、それについて自戒の念が強かったのは確かにあったんですよ。だから、批判しようとか、意見しようとかいうことではあんまりなかったんです。そうは言ってもやっぱり多少この天の弱な性格が前よりは少しはマシになってきてはいると思うんですけど、やっぱりどっか挑戦的、なんか言われるとこう言いたくなるとかね、挑戦的だったりとか、挑発的な部分はあるので、無意識のうちにそういう気持ちはあるとは思うんですけど、ちょっと弁解がましい、お話でした。まあ、これから本当に人類がどういうふうに、どういうふうな世界を選択するか、何を一番大事にするかっていうことを、日々、この一息一息の中に、自分の気持ちを見つめ、考え方を見つめながら価値観、選択をどうするかっていうことを、ま真剣ではなくてもいい、漠然とでもいいんで、え意識しながら、自覚しながら行くっていうのが、あ私の、目指す、平和憲法への、理想は理想で、現実とはもう全く、合わない面もあるっていうのは、この本の中にも書いてあったんです。で、そういう現実的な対応も必要だっていうことは書いてあったんですけど、理想を下げてしまう、旗を下ろしてしまうのは、それはまずいだろうっていうことがここの本に書いてありまして、それは私もそう思うので、少しでもマシになれるように、日々を過ごしていきたいなと思っております。では皆さん、良い憲法記念日をお過ごしください。Have a nice day, goodbye. UFO チャンネルありがとうございました。夜中に失礼しました。